回の材料はこちら 30mm の赤松のフローリングですね。ちょっとねこの日焼けの跡とかがあって使い物にならないとかっていうことで大工さんからねいただきました。めちゃくちゃラッキーです。それではここを貼っていくんですけど、どこから貼り始めるか悩んだんですが、ここから向こう方向に貼り進めていきます。
この1番目はちょっと0列として無視して、これが1列目、この一番最初が1820で、この2番目が910、また1820っていうようにこうテレコで進んでいきます。ビスを打つ場所はこういう根太が通ってる場所、根太が通ってる場所にこの墨を打ってるので、ここにビスを打ち込んでいきます。あとこれとこれの間のところに余分に打っていきます。今回接着剤を使ってないので足しになるかなっていう程度です。ここは取るのこっちを取らんといさすが危ねえ危ねえ危ねえこれよくやるんだな。むくりすぎじゃない。とりあえず半分ぐらい貼り終えたんですけど、こうねあっちまで L 字で貼ろうと思ってたんですけど、材料がこれとこの辺しかないのでどう考えても足りないので、今回はもうここで見切って、こっち側の方はまた後日やっていきたいと思います。寿司ができたできた。
かなり薄めに塗るのがコツらしいです。あ、でもなんかめちゃめちゃ安い。塗り方のポイントとしては、このコテバケだとこうやって突き合わせのところに間が空いてしまうんで、先にこういう風に間を塗っといて、それからコテバケ入れると全体きれいに塗れますね。よし、あーできた。オッケー。それ最後までご視聴ありがとうございます。これでフローリング終わったんですけど、今回初めてこのサネ付きの 30mm っていうね、とっても分厚いフローリングを貼りました。でいつもね 15mm のフローリングを貼ること多いんですけど、今回ねその倍です。 30mm だったんでやってて楽しかったんですけど、この踏み心地の重厚感とかがやっぱ全然違うのと、あとねこうビス止めでガンガンガンって止めていけるんで、そのガチッとね床に固定されている感覚とかがねやっぱ 15mm とは全然違うんで、いやこれいいなと思いました。で塗装もオスモカラーなんですけど、結構伸びがよくって、はけ目がねコテバケだとスーッと消えてくれるんで、非常にコテバケとなんかオスモのこのカラーの相性いいなっていう感じで、非常に自分でこう上手くなったんじゃないかって思わせてくれるような塗料でした。で次なんですけど、腫れてない部分はちょっと資材調達もしないといけないので、またおいおい貼っていくんで、次はキッチンのリメイクをやっていくんで、次回もぜひぜひご視聴してみてください。それでは